はい、ですね、こういうことですね。私が皆さんに江戸川慶喜の人間とは何かということを説明するときにね、一番大事なのは信頼感なんですよ。で、逆の方向から言うと非難、批判、否定、これがあのダメな方ですね。素晴らしい人生を送るためにはどうしても信頼感が必要になる。で、その信頼感の話をちょっとしますとね、これも何度もしてますよ。一番大事なのが優しさというんですね。優しいという優しさを感じている、いつでも優しいという優しさを感じている。今も言いましたね。言葉は優しさ、言葉は優しいなんです。でも感じるっていうのはどうしても大事なんですね。ですから優しいっていうことはほら、優しさを感じてる。困ってる人助けますよ。ね、それから私自身は皆さんのね、世界中の人たちの心身をたった今健康にしてますよ。優しさですよね。という優しさをいろんな意味があるんでしょうけれども、皆さんお役に立ってるということになりますね。優しさがとってもお役に立ちますよ。優しくないとお役に立たないんですね。その次にね、忍耐という言葉があるんですね。忍耐っていうとまた皆さん江戸川慶喜は言うたびに我慢するんではありませんって言うんですね。忍耐は。忍耐っていうと皆さんぐっとこうやって我慢する感じだけど、そうじゃないんですね。忍耐っていうのが実は理解しよう理解しようということなんです。まあ世の中今混沌としてますね。それをダメだというんじゃなくて、混沌としてるってどんな感じかな。混沌としてるのをこうみんなで、一つの目的に向かって達成するってどんな感じかなって言ってね、理解しようとするんですね。それが、忍耐とこういうことですね。その次に同じような言葉なんだけど、辛抱という言葉、これもね、ロングサファリングという英語なんですよ。そうするとね、打ち続く苦しみというちょっとこんな感覚なんですけどね、これまた英語のね達者な方がうまい具合に言っていただくとありがたいんですね。私はそれを支え続けると表現するんです。支え続けるっていうのはね、要するに支える必要がなかったら支える必要がないから支える必要ないですよね。ところが支えなきゃいけないっていうのは、それを続けなきゃいけないっていうのは大変なことがみんなで一緒に生活する上で、みんなが一緒に喜ぶ上で、みんなが一緒に楽しめる上で必要なことを支え続ける。例えば生まれたら自分を支え続ける。家族ができたら家族を支え続ける。はい、学校に入ったら学校の先生方と一緒に生活を支え続ける。はい、社会に出たら社会を支え続ける。これですよね。で、これから強調したいのはね、こういうことだね。許しという支え続ける時に、いろんな、問題が起きてくると思うんですね。こっちはこうしたらいいのに別の人はこうしちゃダメだという場合がよくあるということになる時に、その許しというのはこれ実は先ほど言いましたようにね、忍耐のするということが実は許しになるんですね。そこでね、許しの話をしたいんですけど、皆さん間違えるんです。嫌な人を許しちゃうんですか？悪いことをしてる人を許すんですか？とんでもないことを仕掛ける人許すんですか？とこういうことになるんですね。これ大問題。生きてる上で大問題。でも私は提案があるんです。許しというのはね、忍耐もそうだけれども、相手をどうこうしようとするんではない。相手を調律点、あるいは目的にして、要するに宇宙に言うわけです。祈りですよね。私はこの方とね、このところがとってもうまくいってないということ、これははっきりする。だからはっきりさせた上でですね、許しってどんな感じかなと感じるんですよ。その許しって自分を感じるだけだから、相手のことを
決まったら嫌なことを言う人だなって分かったら、その嫌なことを言われてる自分を感じて、それで許しを感じるの。皆さんどうやって許し感じると思いますか？人によって違うと思う。でも形式的な感覚から言うとね、お腹を緩めるんですよ。お腹を緩めてね、この背中で喜ぶ。で頭をね真っ白にする、真っ白って光でいっぱいにするという感じなんですけどね、腹が立つというでしょ、これ緩めちゃうんですよ。おい緩んでるなというとね、見て腹が立つとねこうなるはずですよ。要するに全部が緊張しちゃうので、腹緩めるとほら肩が下りたでしょ。だから肩を降りるのはこれ緩める。もう一言、これ許しだよね。お腹怒っていいんですよ。江戸川慶子の考え方、不正が行われてるのに怒んなきゃいけないというんです。怒る、カーッと怒る。でこれお腹をこうふっと緩めるんですよ。緩みを感じるって言ったら、それからほら緩みを感じる、お腹緩み感じてみて、もうこんなになるんです。こうやってね、はい、お腹緩んでます、緩んでます、緩んでます、緩んでない、緊張してる、緩んでます、そうじゃなくてこうなるかな。で覚えててください。胸椎の2番、要するにここT シャツの襟のとこだと思ってくださいよ。ここのとこほら緩めるの。で足でね指先で喜ぶの。はい、リズムと、これが許しかな。いつもやってみませんか？そうすると嫌なことする人、言った人、対応はするけれども平静で喜びながら楽しみながら対応できるね。面白いね。はい、これが許しですよ。